はじめまして、小西キアラと申します。私はアメリカのピースアクションのファンドレイジングをしていますが、現在ハワイ大学で民族学を専攻し、世代間の原爆トラウマに焦点を当てた勉強をしています。1945年8月6日に原子爆弾が広島に落とされ、何十万人の人たちが亡くなりました。私のおばあちゃんは被爆した生存者の一人でした。残念ながら14年前に亡くなりました。ピースアクションを代表してこの発表をするにあたり、おばあちゃんと多くの人たちの冥福を祈りたいと思います。最近のニュースによりますと、北朝鮮は核実験を再開すると脅しをかけています。これまでアメリカは北朝鮮の核実験を効果的に阻止できていません。核戦争の脅威をなくすために、ピースアクションは北朝鮮との外交を進める大切さを強調します。トランプ政権が始まってから3年間、核戦争の脅威が大きく高まりました。2018年、キム主席とトランプ大統領がシンガポールで会談を行い、朝鮮半島の核廃絶を目指す声明を発表しました。しかし、その1年後の会談は、北朝鮮の核実験プログラムを終わらせる合意や計画のないまま終わりました。ご存知の通り、朝鮮戦争は1953年に休戦協定を結び、終結しましたが、まだ正式に戦争は終わったわけではありません。アメリカは北朝鮮との外交により次のようないくつかの重要な約束を取り付けました。交渉中は核爆弾や弾道ミサイルの実験を停止する。軍事的緊張を除き、お互いの信頼を確立した時点で段階的な武装解除に合意する。北朝鮮と韓国間のいかなる軍事力の行使も禁止する不可侵協定を再確認し、その厳守に合意する。核のない朝鮮半島を実現する共同の目的を確認する。しかし、これだけでは十分ではありません。ピースアクションは私たちの重要な同盟国である韓国のムン大統領と協力して、北朝鮮と韓国との平和条約を締結し、朝鮮戦争を正式に終結させることを強く支持します。過去に北朝鮮は安全保障を得ることができれば核放棄の用意があると宣言しています。平和条約は安全保障を提供するための重要なステップです。また、平和条約はアメリカにとって有益なだけではなく、関係領域の安定を促進します。現在の問題は、トランプ政権の過激な姿勢が交渉を難航させていることです。これまでトランプ政権は北朝鮮が完全な核廃絶をしない限り、制裁措置の解除はありえないと主張していましたが、これは非効果的で非生産的です。ピースアクションは次のステップを提案します。
北朝鮮のニョンビン核施設の廃棄の合意は核廃絶に向けた現実的な進歩を意味します。北朝鮮への制裁を解除することにより、北朝鮮と韓国間の協力や相互信頼を強めるだけではなく、北朝鮮、韓国、アメリカの経済的、政治的、軍事的保障にも貢献します。また、ワシントンと平壌に駐在員事務所を設立し、朝鮮半島の核廃絶のための交渉の基盤を作ることができます。正式な朝鮮戦争の終結を宣言することは、相互にとって有益なステップであり、平和を望む人なら皆賛成すべきです。ピースアクションは段階的なアプローチを推薦します。その理由は、これまでのアメリカの政策が北朝鮮の一般市民への救援物資の輸送を妨げ、飢えや結核の蔓延を助けているからです。人道的支援を強化し、渡航禁止を解除することは、お互いの信頼づくりに役立ち、平和プロセスを推進させることができます。日々、核戦争の脅威にさらされる中、ピースアクションはすべての人類が核のない未来に生きることができるよう立ち上がります。核兵器が存在する限り、平和は一時的なものにしか過ぎません。今日は元帥金と皆さんへのメッセージを伝えることができて、光栄に感じています。ありがとうございました。